こんにちは。9月11日月曜日のライブ配信を開始します。本日もよろしくお願いします。今日はね、タイトルにある通り、昨日べっ甲のヘアクリップの作り方動画をアップしたんですが、べっ甲ってめちゃくちゃいろんなものが合うので、今日他の花で何パターンか考えてみようと思っています。今日もよろしくお願いします。コメントありがとうございます。今週もよろしくお願いします。キャンディーをひたすら愛してる人がいる。今日のね、キーワードはもう考えました。じゃじゃーん。本日のキーワードは芸術の秋です。ほんまは食欲の秋やねんけど、ハンドメイドチャンネルやで一応芸術ってことにしとく感じで、芸術の秋でよろしくお願いします。こんにちはのコメントもありがとうございます。始まったよ、パチパチ。で、今日はさ、この私花のね飾りいっぱい持ってるんだけど、今ここに映ってるやつがもうなるべく早く使い切りたい組って感じなんだよね。ほんまはこういうスターフラワーとかもいっぱいあるんやけど、スターフラワーは結構3年ぐらい経っても全然色変わらないからね、これはいつ使ってもいいとして、こっちの自然にドライした寿命のあるお花たちを先に使いたいなと思ってて、いっぱいあるんだけど、こんな感じでじゃじゃじゃーん。で、花の名前もありすぎて私もよく分かってない分かってないんだけど、キーワードスクショしてくれてる、ありがとうございますね。今日地域によってはさ、雷鳴ってるよね。私の兵庫県も鳴ってた。2時間前ぐらいゴロゴロって。今は愛知が鳴ってるのかな。そんな感じでね、いろんなお花を合わせてみようと思います。特にさ、このビオラのあたりは合わせやすいんちゃうかな、べっ甲にって思う。相性がいいと思う。アンティークカラーだからね。こんな感じでさ、絶対合うよね。他のレースフラワーとかも入れたら合いそうじゃない？こんな感じで。って感じで、いろいろ何種類か作りたいと思ってます。もう秋だよね。寝るときクーラーいらなくなってきた私。これ使いたいな、絶対。これ使いたい。あと、これちょっと1個だけ余っちゃってる謎パーツなんだけど、スターフラワーっていう。多分これ合わせたら夏物っぽくはなるんだけど、これもちょっと合いそうだなって思うんでね。こんな感じで、これも使いたいなって思ってるし。で、絶対ミモザが合うはずなんで、色的に。このミモザちゃんが。ミモザに関してはもう配信前から気泡抜いてる。絶対合うと思ってるから。ここか、真ん中。ね。そんな感じで何種類か作りたいと思います。ちなみにこのヘアクリップで使ったのはミニレイチーと金木犀を使ってよね。これはね。そんな感じです。本日もよろしくお願いします。茨城も来そうね。今日天気悪いから気をつけなきゃね。ジュースの点が抜けてる。ちょっと待って、漢字間違ってる。点がないね。やばいアホがバレる。これでしょ。ここかな。これ大丈夫かな。恥ずかしい。初見さんコメントありがとうございます。オーストラリア住みありがとうございます。でも日本人の方でオーストラリアに住んでるんですかね。今日はアメリカの方も見に来てくださってます。ありがとうございます。材料集めるの大変そうだよね、海外だと。ってことでちょっと使いたいやつをいくつかピックアップしていこうと思うんだけど、
何を使おうかなって話をね。そして使うお花によってヘアクリップに閉じ込める時の工程も違うからね、そのあたりも気をつけていきたいよね。ちょっと待ってね。ね、天気こっちも岡山だったら隣だからね、朝降ってたよね。私もメルカリで買った押し花あるけど使えてません。だよね、私も。これ固まっちゃう。危ない。私もフリマアプリで結構買うことが多くて、今日も動画の概要欄によく買わせていただくフリマアプリの方のページを貼りました。あとはいつも行ってるクロッチャショップさんが結構花材に力入れてるとこでいっぱいあるんでね、それも貼っときました。ぜひご参考になったらと思います。ミモザは可愛いよ。で、これ春のお花なんだけどさ、色は実は秋コーデに合うんだよね、すごい。なんでこの時期に持ってくるって感じ。徳島警報出てた、テレビに出てたもん。でね、まず作ってあるのが、こんな感じのヘアクリップの先の部分だけにレジン入れて、こう、型を1個作ったんだけど、これをビオラにペタって合わせて、大きさをカットするんだよね。ちょっとこのビオラ2つは早く使い切りたいやつだから、とりあえずこの2つはやるし、あとノースポールも絶対合うと思うんでね、このノースポール。これもやりたいんだけど、これも下処理方法が違うからね、ちょっとそれもやっていけたらなと思ってます。ノースポールどうやって入れよう。まるっと入れようかな、ボフッと。それとも半分ずつ使うか。ちょっと迷いどこだな。こっそり書き足ししたの秘密ね。今見てた人しかわかんないと思うから。これは絶対使う。半分がいいかな。で、以前もコメントいただいたんだけど、このちょっと近づけて近づけて、このさ3つのビオラとノースポールに関しては気泡が出るんだよね、こっから。なんで薄塗りしときたいんだよね、先に。こんにちはって、ありがとうございます。私も濃いめの赤、特に赤い花だけすごい余ってる。スターフラワーもさ、いろんなのが入ってるやつとか買ったんだけど、赤だけめっちゃ余ってる。赤の使い方むずい。こんな感じでね、よく気泡が出るよーんって場所に薄塗りをしといて、で硬化しときたいんだよね、先に。見えてるかな。そうそう、海塗り夏終わったからね、一応もうしばらくやらないとは思うけど、海モチーフって一年中売れるからね、みんな海大好きだから。今も全然作っていいと思ってる。ねえ。お仕事中に来ましたって、ありがとうございます。おー。そっか、オーストラリア生まれで日本語はお母さんの影響なんだ。ありがとうございます。オーストラリアって何語やろ？オーストラリア語かな？こんな感じで周りに塗って、で、結構この周りまで塗らなきゃね。この隙間から結構気泡出るから。ここまで塗っとくって感じ。黄色いとこだけじゃなくてもうちょっと塗る。ちなみにこれやらずに、ノースポール半分にスパーンってするとバラバラになるからね。この状態でやる感じかな。で、この黄色いお花ははるか昔に作って、スターフラワーの真ん中に茶色塗ってるんだけどね。はるか昔に作って気泡対策にこの真ん中にレジンを塗った状態でずーっと忘れ去られてたから、これもこっちで固めつつ、これも浸しときたいよね、一緒に。こいつも使うとして、あと何使おうかな。何個か作りたいな。これ浸しとく。学級閉鎖流行ってるよね。
今インフルとコロナとアデノウイルス流行ってるらしいよ。全部じゃん。しかも冬じゃないのにね。学級閉鎖って冬のイメージだったのになんか変わってきちゃった気がする。あと合いそうなのがねえ。コスモスもいいね。でもコスモスレジンであんま見たことないよね。モールドはあるけどコスモスの花とかはあんま見たことないな。まあこの辺のミニビオラも、これは今概要欄に書いてるゆずうたさんから買ったものなんだけど、まあちっちゃいのも絶対合うんだよね。ただあんま入れすぎるとくどくなるんで、こうレースフラワーに合わせて小花散らすぐらいがいいかな。1個ずつ。これも絶対合う。で、これは実は押し花かなこれ。押し花だよね。ビオラってね、押し花だと脆くてドライフラワーだと強いみたいな謎の特性があるんだよね。だからドライフラワーの場合は液付けとかできるんだけど、液に浸すとか。いやー、このちっちゃいの絶対可愛いよね。これも使うとして、何したっけ？あ、そうそう。今固めたよね。もうちょっとだけ固めとこう。こんにちはーって。お昼休みにありがとうございます。久しぶりにリアルタイムで見れます。やったー！今日のキーワードは芸術の秋です。よろしくお願いします。赤紫やってほしい。私の苦手な色だ。濃いめ苦手だ。くすみカラー作家だからね。ね、得意な人がやるといいと思うけど、私下手くそかもしんない。あと何しよう。ちょっと迷ったんが、忘れなぐさを合わすか迷ったんだけど、これはちょっと合わんっていうかね、白ベースの何かと合わせたらいけるかな。ちょっと、忘れなぐさと別光は微妙かなって思うんだけど、チャレンジしてみる価値はあるかな。レースフラワーの周りに忘れなぐさ散らすみたいな感じでやってみるか、一個。他に何合わせよう。あと、ブルーファンタジアスターチスっていうね、ラベンダーに見えるような、こういうお花があるんだけど、これめっちゃ気泡出るんだよね。これも合いそうっちゃ合いそうだよね。ちょっと細かい場所で使う可能性があるから一応浸しとくか、これも。つけた後のレジン液は捨てる。もう、花のカスがね、入りまくってるから。だからね、私結構、以前よくやってたのは、レジン検証とかでいろんなメーカーのレジン液買ってた時があったんだけど、それで、もう使わなくなったレジン液、それで浸すようにしてたんだけど、ただこの浸す液っていうのが絶対サラサラタイプじゃないとね、浸す意味がないからそこだけ注意だよね。中粘土とか高粘土に浸してもね、隙間まで空気の部分にレジンが流れてくれないから、サラサラタイプでしか意味ないね、この浸す作業は。っていう感じですね。で、ブルーファンタジアスターチスを浸して、この謎スターチス、なんかアンティーク色になっちゃった紫やったのがもともと。謎スターチスも合いそうな感じはするんだよな。ちょっとどこで使えばいいかわかんないな。単品やと可愛くない気がするから、何かと、ノースポールと合うかもな。ノースポールと謎スターチスしようかな。で、スターチスも浸さなきゃきついやつなんだよね。スターチスも浸しとくとして、ねえ、組み合わせが難しいんだよね。ビオラかわいいよね。私もビオラが大好きでね、ハンドメイド作品で初めてレジン作った時使ったのがビオラだったんだよね。押し花とドライフラワーは結構扱い違うね。ドライの方が丈夫なやつが多いってイメージかな、私の中で。基本の抜き方も違ってくる感じ。ちょっとスターチスも浸しとこうか。
何個使うかわからんけど。で、アリッサムも使いたい。アリッサムは、この今、ここにちょびっと見えてるね。なんかガヤガヤしたやつなんだけど、アリッサムは押し花だとレジンに浸しちゃダメなんだけど、ドライフラワーは浸してもいいんだよね。押し花浸すと一気にバラバラになる花びらが。ドライフラワーは結構強いから浸しても大丈夫なんで、これも浸しといて、教えてくれててありがとう。和製なぐさって冬なんかな、いつの季節なんやろ、春なんかな。私も使いつつさ、時期が分かってない花がある。ミモザが春ってのは分かってるんだけど、とりあえずね。ビオラって冬によく見る気がするんだけど、冬春に。こんぐらいとりあえず使いそうなやつをまず入れてみた。で、多分レースフラワーがすごい万能なんで、いろんなとこに出てくると思うんで、これもちょっと用意しときたいよね。だからカットしとくか。ブリザーブドフラワーはね、あれ結構柔らかいやつあるから、よくありがちなのが、アジサイかな？アジサイとか多いけど、あれもちょっと難しいよね。どっちかというと押し花よりかもしんないな。バラバラにしといて、危ね。そしてこれは浸しとく感じかな、しばらく。なんかすごいことになっちゃってるけど。そしてさっき固まったよね。固めたやつをカットするんだけど、この作っといた型に合わせてカットする感じなんだよね。作家のためはね、このサラサラタイプとぶっくりタイプの2種類展開されてて、こっちのサラサラタイプはマジでめちゃくちゃサラサラで、お花と相性がめちゃくちゃいいって感じかな。でもよく考えたら中粘土がないね。あんま使わないけどね、中粘土って。これまずスパーンって真ん中でいくでしょ。2個に分けて使うからね。怖い、なんか大丈夫。待って、いつものハサミの方が切りやすいかも、これに関しては。この前教えていただいたタミヤのハサミめっちゃ使ってる。すごい便利で。レジンが塗ってあるから。こんな感じで2個になったでしょ。押し花レジン漬けはダメ。なんだっけな。くしゃくしゃになってね、扱いにくくなっちゃうからね。今このビオラが押し花なんだけど、空気が出る場所に塗った感じかな。空気が出やすい場所にレジン薄塗りしといたって感じ。そしてこの先に作っといたやつに合わせてカットするんだよね。もっと上の方か。窓にセミ止まってる。めっちゃうるさそう。やだそれ。私やったらバーンって窓やって追い払うかもしれない。こんな感じでね、型に合わせて切っとく感じです。もうちょっとこの作り方やったらさ、お花の角が欠けちゃってるやつとかも使えるからいいよね。和製なぐさは春か。ちょっとネモフィラに似てるよね、色とかが。で、ネモフィラ春だもんね。この辺も。でね、これ結構雑に切っても大丈夫。レジン液に浸したら柔らかくなるからね。割と雑に切ってる、私はいつも。こんな感じで。ちょっと細かいね、これは。そして1個できた。1個できた。
無音でお邪魔します。ありがとうございます。ペタって真空になってるのね、押し花。なんか透明なやつに入って届くやつだよね。あれは押し花だよね。で押し花でもこういうケースに入って届くやつもあるから、ちょっとそのあたりがね難しいんだけどね。押し花は立体的なもので、間違えた。ドライフラワーが立体で押し花が平面って感じかな。スポールも大きさに合わせて切っとく感じ。これも切っておく。買い出しいってらっしゃい。またアーカイブ残しますね。いつもありがとうございます。そう、タミヤはね Amazon で買ったし、今日概要欄に貼ってるヘアクリップの作り方動画でね貼っといた。Amazon へのリンクを。こっちもこんな感じでぴったりの大きさにしといて、Amazon で作家のため書いて嬉しかったですってね。作家のため Amazon にもあるよね、こっそり。作家のためちぎれちゃった。ちょっとちぎれたやつは後から合体させれるんで大事に取っとく。これはあとどれだろう。花のかけらだらけになってきたぞ。あとはアンティークビオラを入れよう。でもなんか他に使えそうってか、ビオラがもうめちゃくちゃあるんだよね。私結構いっぱい一気に買うことが多くて、何セットかね注文させていただくことが。そうするとおまけをつけてくださるんだよね、みんな。それでどんどん増えていくって感じ、お花が。そして急いで使い切らないとやばいっていうね。お仕事中ありがとうございます。みんなお昼時に覗きに来てくれて嬉しい。この真ん中を切っておいてと、お花作品見ると小まりさんだってなります。そうだよね、私もともとお花作家なんだよね。なんか最近ちょっと雲とか海とか行って浮気してたんだけど、ほんまはお花作家なんだよね、私。最近のインスタのタイムライン見たらさ、あんまりお花がいなかったけどね。で、こっから入れていこうと思うんだけど、一回掃除しようか。ちょっとテープでこのかけらたちを取り除いておこうか。押し花の使い方悩んでた。よかった、参考になるといいな。でドライフラワーの場合は浸す時間も違うんだよね、ものによって。それがねやっぱ難しいし、経験がものを言うかなって思う。浸しすぎちゃダメな花とかもあるんでね。ミモザはもう何日でもいけるんだよね。何日でもって言っても3日ぐらいが限界か。1週間ぐらいいけるかな。1週間ぐらい入れといてもあんまり変わりないって感じなんだけど、かすみ草とかはちょっと早めにしないとホロホロしてくるしね。ほんと物によるって感じ。ってことでだいたい下準備ができたんで、いろいろ入れてこうかなと思います。下向きに作るからねちょっと難しいと思う。そして気泡も入ると思うし、入ったら後で抜く感じになるかな。どれからやってこうね。浸しとるやつはもうちょい浸しときたいから、まあこのやつからやろうかな、先に。お買い物とか行ってくる方いってらっしゃい。こんな感じでまずレジン液の広げとくじゃん。そして広げてから置くって感じかな。ち
ちょいちょいちょいと。まあ昨日ね、作り方動画をアップしたんで、作り方が見たいって方は概要欄からそっち見た方が早いと思う。これ多分今から2時間ぐらいかけながらね、いろいろ作っていくんでね。有料系な技あるかなあるといいな。もし今持ってる花でどうしたらいいかわかんないってのがあったら聞いてもらえたら、だいたいわかると思う。いろんな花使ってきたからね。かけらがいる。この状態で置くんだよね。ちょっと入れすぎた感あるで伸ばしとこう。こっちの方まで。薄く入れないとね、なんか流れるって感じ。ピピー。欲しい。あ、言わん方がいいな、これ。ほこり焼き法が入ってなかなかうまく使いこなせない。ボトルの中に入るってことかな。私も持ってるけど、私はさ、なんか漏れてきちゃった蓋から漏れてきてボトルべちょべちょになってヒーってなってた。やっぱ出たばっかりはそういう問題が生じるよね、きっと。つけすぎてふにゃふにゃになっちゃってガビーになったことある。ねえ、なるよね。で、もうピンセットでも持てないじゃんみたいな状態になっちゃう時あるよね。お休憩終わりまして、いってらっしゃい。頑張ってね。キーワードも出しとこう、一回。今日芸術の秋だからね。点書き直したのバレんかな、これ。出かける時間って、いってらっしゃい。みんな忙しい平日に来てくれてありがとうございます。こんな感じでピョンって入れとくんだけれども、ノースポールさ、違うやつと合わせようかな、それぞれ。ちょっと合わないかもと思いつつ、失敗だったらプレゼントにしちゃえばいいから、忘れなぐさ合わせてみようかな、1個。片方スターチス合わせるとして。こんな感じなんだけれども、どうしよう。スターチスあんま基本抜けてない。スターチス、これ見えてないね。スターチス絶対合うからこっち合わせようかなって思うんだけど、1個忘れなぐさ合わせてみようかな。ミモザはね強いよそうよとか言ってなぜか切れる。広島の寝方多いの、なんか前から広島。しかも私もよくライブで行くオタ活で、広島いいとこだよね。路面電車走ってて、気泡がスターチスから出るから許さない感じで流していって、気泡じゃない、レースフラワーも置きたいな。どうしよう、2個だけにしようかな。でさ、裏面で作ってるからね、外すまでわかんないんだよね、どうなるか。それがドキドキするって感じ。可愛いかどうかね。ちょっとアリサも合わせてみようかな、ここは。今日もちょっと細かい作業かも細かいかもしれない。テレビの方で見てますか？ありがとうございます占領されてた。誰にされてたやろ。ありがとうございます。そうそう資材王ってかっこいい。資材王になっちゃうからね。絶対定期的に安くしてるセールは来るからね、その時に買えばいいと思う。今持ってるやつをまず作んなきゃダメだよね。資材王かっこいい。だからさ、この前コメントで届いたアイテムをしまおうとしたら、まだ使ってないアイテムがいっぱい来ましたって言われてる方いたんだけど、先にやっといた方がいいよね、きっと。先に買う前に今ある資材を確認した方がいい気がする。ちょっとここにスターチスのかけらも入れよう。紫の細かいよー。ここの隙間気になるんだよね。ちょっとスターチス置いちゃうか、ここ。さっきのでもな、ノースポールもう捨てちゃった。さっき
さっきしてたかけらのこいつ使おう。こいつでここ埋めよう。ダメだ、取れなくなってる。もうね、かけた花びらはレジンでつければ再生可能エネルギーって感じ。こっちこんな感じにしようかなって思ってる。そうしてこっち忘れな草入れようかな。ちょっと合うかわかんないんだけど、レースフラワーで白多めにしないとべっこうには合わない気がする。あ、レースフラワー後のせのがいいな。ちょっと待ってよ。先にこれもほんまはね、真ん中から気泡出やすいんで、真ん中ちょんってして固めといた方が良かったかもしんない。まあ、私は固まった後でも抜けるからいいやって感じで入れちゃうけど、先に入れて、裏表あるんだよね、忘れな草って。買いだめした資材減らないし、資材王の人がいっぱいいる。そうだよね。資材だけでお店開けちゃうよ。何個入れよう。わあ、これもうむずいな。ほんまはこの花びらの下ぐらいに1個入れたいんやけどな、謎こだわり。2個ぐらいにしとこう、ちょっと怖いから。で、ノースポールの下に入れよう、絶対。全部見えてる方が可愛いから。そうして、わあ、細かい。こんな感じで白でごまかしたらべっこうにも合わせれるんちゃうん、ワンチャンって感じ。あ、仕事しないとあかん。頑張ってね。もしかして YouTube 見てるのバレてないかな。大丈夫かな。封入パーツダブルもあるよね。後から出てきて、家にあったやつやんみたいな。あるよね。めっちゃわかる。ね、お花いくらでも欲しくなるよね。でさ、お花が、買いすぎたらダメな理由ってさ、寿命があるからなんだよね。だいたい、花によるけど、早いやつやと2ヶ月ぐらいで色あせてくるしね。ちょっと隙間も花で埋めつつ。わあ、どうしよう。絶対、もうちょっとなんか足しとかなきゃダメだ。もうこの辺はマジで適当っていうかね、感覚って感じ。よくね、聞いてもらえるんだけど、先にデザインしてるんですかとか。何も考えてない感じです。こんな感じかな。もう一個。これでも、もし外してみてべっこう合わなさそうだったら、もう普通の他の色にしよう、これ。この感じ2つは、ノースポールの2つはね、ほんまは一瞬やったら裏返してもいけるんだよね。こうパッて見たら、なんか可愛いの見えた。パッて確認ってか、それとか持ち上げてモールドを下から見ても OK なんだけど、あえてこのまま行ってみよう。ね、福袋買ったなら当分ね、買わなくていいと思う。私も福袋娘の誕生日にね、買ってよ。おとついあげたんだけど、こんな入れたんやってびっくりした、結構。あと一番私心配やったのが、ちゃんとシェイカーシート入れたんって心配しとってんけど、入っとって安心した。そういうとこ抜けとるっていうか、忘れとったら困るなと思って、安心したシェイカーシート入れてたから。そりゃそうだよな。よし、ということでこのまま一回硬化します。こっち今日ちょっと硬化遠いとこにある。誰かハートを押してくれてる。ありがとうございます。よし。そうそう、一番安いのはどこだっけ？クロッチャ本家のね、定期便が一番安いんだけど、楽天だったらポイントとかあるしね。アマゾンもプライムとかやったら安くなるときあるかな。アマゾンセールとかでたまに安くなってるレジン液とかあるよね。そう、SDGs だよ。
でもう一個はビオラをやろうと思うんだけれども、これ蓋しとくか。あ、どうしよう。同じモールドにやった方が眼福やと思うで、ちょっと待っとこうか、固まるの。ちょっと待ってね。資材たくさんありすぎて業者かって言われた。そんぐらいになるよね、量が。お花はね、生き物なんだよね。それがいいとこなんだけど、販売とかするときは一応注意書きつけてる。ほんまは保管方法でだいぶ寿命変わるんだよね、お花って。日中に日の当たる室内とかに日が差し込んでくる室内というのかな、明るくなる室内に置いとくのと引き出しの中しまっとくので全然色持ちが違うもんでね、一応色落ちが早いお花の時はその注意書きをつけるようにしてたりする。こっちビオラ。ミモザももうちょっと、ミモザ様はもうちょっと基本抜いときたいよね、これね。多分今でつけて30分ぐらい経ってるかなって思うんだけど、めっちゃ出るからね、ミモザの気泡。これもうちょっとつけとく感じかな。でビオラもこう適当に置けばいいって感じ。あ、こんにちは、久しぶりに来れた。嬉しい、ありがとうございます。寝不足で本日チーンって大丈夫？私土曜日が寝不足やって、昨日めっちゃ早く10時ぐらいに寝たからなんとか復活した。やっぱ寝不足やと次の日きついよね。こんな感じでギュッギュッて入れといてね、スポンと入れとく感じ。これもせっかくやでちょっと違うデザインしたいな。ミモザ合わせたらくどいと思うから、ちょっとソリダコ1個か。ソリダコっていう謎の名前のお花があるんだけど、1個ソリダコでもう1個なんか違うやつ合わせよう。息不足を感じる。ソリダコもつけとけばよかった。つけといていいやつだった。これも浸しといて。1個レースフラワーで1個ちょっとカラフルで違う感じにしよう。いや、このモールドの上でバラバラになった。こっちレースフラワーにして、ちょっとレジン液足りてないね。レースフラワーで、そう、べっこう縛りがあるから今日むずい。シーインのパーツわかる。あれね、合ってへんよ。シーインのページ、商品ページに書いてある何センチね、間違ってること結構多いんだよね。だからレビューでみんなが載せてる写真の方が参考になったりする。あんま適当に書いてあるって感じ。こっちレースフラワーでちょっとシンプルな感じにしたいかな。お花畑に咲くビオラ的な。今日も結構細かいね。前回のさ、星並べの回、私アーカイブ見ながらヒーってなってたんだけど、今日もちょっと細かいかもしんない。結構細かいね。パーツ可愛すぎて使えないのがあるって。グッドカードありがとう。グッドカードじゃなかった。上のコメントと混じっちゃった。グッドボタンありがとう。クロチャのビンゴカードいつからだっけ？ 20 日から発表やったっけ？公式サイトでね、毎日発表するらしい。ビンゴカードどこやったっけ私。どっか行った。なんかどっか行った気がする。で、こっちをなんとかしなきゃね。どうしよう。1個だとバランス悪いけど難しそうだな、合わせるの。2個置いたらくどそうだもんな。こんにちは。いらっしゃいませ。遅くなっちゃった。まだ始まったばっかって感じかな。お花は可愛いし憧れるけど自分のセンスなさすぎて手を出せずにいます。センス結構大事なんだよね、お花ね。
真似するところからがいいかもしんないね、最初。私のやつ真似 OK なんでね、ぜひ配置とか真似してもらったらねえ、一回こう置くと可愛いんだみたいのを把握できるといいよね。そうして、よし、こんなもんにしようかな。今飛び出してるやつとかはね、後でハサミでカットする感じかな。この感じで一回やろうと思うんだけど、ティッシュティッシュね、ソリダコ、そうそう、ソリダコダコ私の発音悪いからだ。プロになるつもりかってツッコミされた。でも多分さ、ハンドメイドしない人から見たらびっくりする量だよね。資材用の皆様の資材の量は。まあ作家のレジン10本になってた私が引き取るよ引き取るよとか言って10本ってだいぶ作れるね。私もたまに10本頼みするけど、でもそれでも来週のお迎えしてくれるのに愛を感じるよね。ありがとうございます。こんなもんかな。ちょっとソリダコから出てるわ、気泡が。つけとけばよかった、こいつ。多分後からこっから出てくるで、この次の2層目流すときに最強放置長めにしなきゃダメかな。べっ甲が合うかどうかは置いといて。でね、べっ甲を後に塗るときにさ、ここペンで塗り塗りってしてパッと見て合わないって思ったらもうティッシュでバーって拭き取っちゃえばいいからね。で別の色入れるみたいな、そんなこともしちゃえばいいんだよね。ってことでこれを固めつつ、まだまだいきますよ。一個迷ってるのがさ、ひまわりのやつに何合わせたらいいかわからん。ひまわりのピンセットねえ、配置が難しいですよね。11日からストーリーで発表するんだ。私全部メモっといて最終日に全部数字出そう、みんなにねえ封入シールでかすぎとかあるよね。こんにちは、いらっしゃい。今日もありがとうございます資材王の方がいっぱいいる。これはさ、何合わせたらいいかちょっとわかんないや、私。こう置くのは置けばいいんだけど、とりあえず置くだけ置いて、何合わせたらいいかわからん、ほんまに。アリッサムかな。何合わそう。あんまめったに使わなくて、花の名前もよくわかんないんだけど、この緑の花置こうかな。ちょっとボタニカルっぽい感じで。名前もわかんない、これ。緑の葉っぱ、これちょっと置いてみようかな、ひまわりと一緒に。よくわかんないけど。ちょっと浸しとこうかな。結構硬い。お花なのか、これは。よくわからない何かを入れてみようと思います。難しい。何合わせたいかわかんないよ、ひまわりは。緑合わせとこ、とりあえず。そして、何入れるっけ？あと、ミモザか。ミモザやったらレースフラワー合わせて、もう一回レースフラワー作らなあかんな。寝室でレジン作業大丈夫ですか？私がまさに寝室でやってるんだけど、臭くないレジンだったら大丈夫。臭いやつやったらきついかも。私のやつはね、寝る前に全部に蓋してしばらく換気したら20個とか作った後でも引きにならないぐらいにはなるんだけどね。臭いっていうか匂い強いレジンやったらきついかもしんないよね。ねえ、お花のまねこ頑張ってみて。お花難しいけどめっちゃ楽しいよ。こんにちはって、お昼食べます。ありがとうございます。ね、換気を一度したら大丈夫って感じかな。寝室と一緒民めっちゃいるじゃん。
私も実はこの作業机の横ベッドだからね、実は。お花は下向きで入れて上向きで入れないので理由がありますか？ありますあります。固めた後にこう反るんで、クリップがね。後で見せた方が早いかも。反りに合わせてる、クリップ金具の反りに合うように下向きにしてるって感じなんだけどね。こういうちょっと反りがあるんだよね。こういう感じでクリップ金具がそれに合うように下向きで作ってるって感じです。あと気泡は全部上に抜けてくから下向きに作った方が綺麗にできるんだよね、レジン作品っていうのはね。ミモザね、この浸しといたやつこのままここに入れたら大変なことになるから、ミモザ今からここに入れようと思うんだけど、この2つ使わないからね今回。そこに1回出す。ちょっと待って、なんかごちゃごちゃしてる。ごちゃごちゃし始めてる。使わないヘアクリップをパレットにしつつ、使うとこちょっとしっかりしなきゃね。あとこのレースフラワーもまだもう1回ちっちゃくしなきゃ無理だな、使うの。このぐらいにしとくか。ごちゃごちゃしてるんだけど、ここ使うつもりだから、ミモザ置き場ここね、ここ。で、仕事に戻ります。ありがとう。よくわからない花なのかもわかんない。なんだろうこれ。多分作家さんから購入した押し花ミックスみたいなものの中に入ってた。いいね、利益めっちゃある。羨ましい、私が欲しい。いや、ミモザ30分つけただけでちょっと不安が残るね。2層目の最強放置でだいぶ置かなきゃきついかもしんないな。ミモザはさ、このミモザはあんま出なかったけど、たまに粉がビャーって出るやつがあるんだよね。黄色い花粉みたいのが。なんで、つけた後そのままモールドに置いちゃダメで、こういうとこで一回こうやって払ってから使わなきゃダメなんだよね、粉を。今日はあんま出てないな。季節によっては黄色い花粉がビャーって出るやつがある。ミモザはどう置くんだっけ？すごい久しぶりだから忘れちった。ミモザどうやって並べてたっけ私。こうやってね、伸ばして取り払うって感じ。粉を伸ばしてね。休憩終わるって、ありがとう。またアーカイブも見てね。キーワードも出しとこ一回。今日は芸術の秋です。こんにちは。長女が発熱39度超え。大丈夫かな？そっか、病院行ってきたんだ。今ね、コロナとインフルじゃなかったんやろ。アデノウイルス流行ってるらしいよ、今。アデノウイルスで学級閉鎖のとこ結構出てきてるらしい。なんかいろいろあるからもうよくわかんないよね。とにかく元気になってくれたらね、何でもいいけど親としては。なんか最近ね、学級閉鎖増えてるらしい。今回届いたミモザだいぶポンポコポンやったから、なんか5個並べでいけるな。ボリュームがあったね。時期によってちょっとね、届くボリュームが違うんだけど、お花の。ポンポコポンやな、今回のミモザ。で、空気も置いて、ちっちゃいミモザをこの中に作るって感じ。今日もだいぶ細かいね。キヤー。よし。こんにちは。久しぶりのお花。ね、お花使うの久しぶりですよね。よかった。可愛くて。ありがとうございます。お花のヘアクリップ難しい。分厚くなって、重くなって失敗しました。そう言ってる方結構多い気がする。どの工程で分厚くなっちゃうのかがちょっと気になるな。一応この後もやるんだけど、モールドから外した後は平らになるようにヤスリで削るんだよね。はみ出してるね、お花を切ったり、
切ったりしてね、ヤスリがけをするんだけど、その後だよね、きっと分厚くなっちゃうのって。わー、落ち上がったな、こいつ。どうしようかな。これ、ちょっと自信ないかも。あんま使ったことない花謎の草。ポケモンや謎の草。こんにちは、間に合ってるよーん。火災で花粉症の人って大丈夫なんかな。お花、ドライフラワーとか押し花から花粉って出てるんかな。それちょっと気になるよね。でも私花粉症の時期はひどいけど、普段こうやっててなることはないな、そういえば。大丈夫なんかな。にゃー、どれが花かわからんくなった、なんか。こんな感じにしようかな、ひまわりに合わすやつ。どうしたらいいかわからん。で、緑の茎が花にかぶっちゃダメだから、花のギリに置きたいんだよね。細か。白い花も合わすか悩みどこだけどな。多分合わない気がする。もうクリアな作品って感じで、これはこんぐらいだけで終わっといて、で、こっちの、どうしよう。ちょっとミモザだけ一回固めるね。一回固めてもう一回塗ってからレースフラワーを置こう。ミモザ多分ね、気泡が出るはずだからまだ。一回これで固めよう。もうちょっと下の方がバランスいい気がするし、花びらがこっちが上の方がいい気がする。こっちが表の気がする。こんな感じ、こんな感じ。これでいいや。これで一回固めます。低評価はね、高評価を押すと消えるっぽい。多分。ありがとうございます。押そうとしてくれた気持ちが嬉しい。で、一回硬化して、さっきのやつこう固まったやつがさ、あるんだけれども、これはね、ちょっとはみ出してる子たちをカットしておくって感じ。ぴょん。気泡入ったかもしんないな。はみ出している子たちをカットしといて、戻りました。お店から見てますって待機してって言われた。待機中に見てくれてありがとう。消えた、よかった。反転モールド反対だったことが判明しました。そうなん反転モールドが反対だったことが判明した。なんかもうなんか早口言葉みたいになっとるねえ、画像とかがついてると分かりやすいんだけどね。そうそう、ハサミで切んなくても確かこうやってやっても取れるんだよね。久しぶりだか忘れてるや。ね。この状態で、あとはミモザちゃんの、でもなんかどうせやったらあと2個作りたくなるけど、でも色塗りとかの工程があること考えると今の量が限界かな。で、この残りのとこにレースフラワー置くって感じ。で、ミモザ絶対気泡出るから、ここで一回薄塗り挟んどこう。落ち上がったな、その草。落ち上がった。ちょっと一回掃除するね。この周りに散った花たちを掃除しつつ、よりテープもしたい。テープでペタペタ掃除して、この辺もね、いらないやつだから取っといて、取っとこう。で、レースフラワーを乗せるって感じかな。休憩終わる。ありがとね。最初から来てくれて。頑張ってね。うちも今レジンしてます。やったー。お仲間だ。やべ、くっついてる。レジンついてたか、これ。
あ、いけたいけた。うわー。ドッスンと乗せて、ちょっと無理があるか。でもレジン浸せたらね、ワンチャンあるんだよね。あれ、こんなデザインやなかった気がする。ミモスなんか久しぶりに作って忘れてる配置。レースフラワーここだけやっけ？今めっちゃ置いちゃったけど。大丈夫かな？久しぶりすぎて忘れてる。こんなとこにレースフラワーなかった気がする、ほんまは。ちょっと一回裏側見ようか。パッと。あー、なるほど。多分大丈夫っしょ。見ながらうとうとしてました。こんにちは。ありがとうございます。お昼の後とかさ、お腹いっぱいになると眠たくなるよね。これ入れすぎかな？ない方がいいかな、これ。ない方がいい気がしてきた、これ。これちょっとこのままだと寂しいで、あっちの方にペタってしといて。あれ、ミモザの時レースフラワーどう置いとったか忘れてしまった。久しぶりすぎて。さっきのはちょっとくどすぎると思うから、こんぐらいでいいかなって思うけど、私ここになんか置いてなかったっけ？置いてないか。忘れっぽい。ちょっとね、ミモザの高さと同じぐらいに花置きたいんで、若干散らすって感じ、ここに。謎こだわり。あとレースフラワー1個欲しい。あ、ここにいるじゃん。ここに謎こだわりのちっちゃいレースフラワーがいるって感じで、これでいいかな？これでいいんだけど、ミモザの気泡が気になるんだよね。眠気が来てる方が何人かいる。眠気来た？でもアーカイブあるから大丈夫だよねっても。うとうと。一回ここ薄塗りして埋めとこう。不安だからね、気泡が。よし。これで、でもっと使いたいお花はあるんだけどね。今日アーカイブ確認しながらバーってやるかも。これで固めてと。これから一緒にレジンするお友達迎えに行ってきます。いってらっしゃい。一緒にレジンっていいね。テレビで見てくれるんや。ありがとう。レジンしてると独り言多くなる。私ね、逆で全く喋んなくて。だから声を出せてなくて、普段。ライブ頻度が低い時はライブするたびに喉壊してたもん。だから独り言出すのはいいことだと思う。声を出しておくということは。謎の草ポンポコリン。お仕事行ってらっしゃい。ありがとうございます。今日のキーワードは芸術の秋です。ねえ。こんなこったの月に200点作っててすごすぎますって。ありがとうございます。でも月に200点はね、ヘアクリップ200点は無理だよね。いろんな作品をトータルすると200点ぐらい作ってるなって感じ。あと、ピアスとかイヤリングだと1個、レジンとして見ると1個2点だからね、そういうずるい感じもある。ちょっと持ってるかもしんない。ね、レースフラワーバラバラにしてもね、そう、レースフラワーってすごい万能なんだよね。いい感じなんだよ。花柄のヘアクリップ好き。花柄ってもう何でも可愛いよね、花ってだけで。で、こっから2層目のレジンを流していこうと思うんだけど、ちょっと待ってね、縁のやつ取れてるよね、きっと。ちゃんと取れてるよね。この辺ちょっと目が、もっと上か。この辺になんかついてるやつが汚いんで取っとくね。ちゃんと目の保養を目指してる配信なんで、これ。この辺の余りレジンは取っといて、で、こっからね、2層目をバーって流していくんだけど、ちょっとだいぶ放置したい。
の隅も取っといて、今日いつものピンセットと違うね、今思ったけど。あ、それお花つかみたいから丸っこいやつに変えたんだった。うん。で、2度目を全部バーッと流したいと思います。こっち向きにした方が入るかな、画面に。こんな感じで。ちょっと量がむずいんだよね。少なめに入れて足す感じが安定かな。ちょっと待ってね。ミモザの茎1箇所取りたい。これ取れんかな。ミモザも今回届いたやつがだいぶでっかいモフモフやったから、ヤスリがけ頑張んなきゃダメだね。よし。あ、今日のパスワード聞いてくれてる。教えてくれてる。ありがとうございます。芸術の秋本って何の本か気になるね。バーっと流す。ちょっと少なめに流しといて、で、後で、なんか若干足していく感じがいいかな。ここで、普段の私やったら、お掃除タイムになる多分。1時間ぐらい放置したいから、掃除に行くと思う、家の。1時間置くとだいぶ抜けるからね、基本。ただ今日は配信なので1時間ね、視聴者さんを放置することはできない。こんな感じで流してね、モールドの足りてないかなーってのに足して、モールドの高さぴったりを目指している感じかな。これでいい量かな、多分。この状態で気泡抜きたいんでね。あ、ここ漏れてきちゃった。ちょっと足りてないな、ミモザだけ。まあ、この辺りで放置は無理だから、気泡抜きつつ、ちょっと時間稼ぐって感じ。コマリンの癒しボイス、視聴者さんは眠くなってきた。ドラクエみたいになってる。すごい。ありがとうございます。眠くなってきた。今日の BGM、もしかして眠くなる系も結構入ってたかもしんない。今日は柊かなんさんとサリーさんのお二人の曲をメドレーにしてます。私もこの前友達と一緒にレジン作ったけど、カニ食べてる時みたいに二人とも黙ってた。カニ食べてる時黙るよね。そっか、作りながら喋っちゃうタイプと、全然喋れんくなるタイプと分かれそうだよね、ここは。私はね、とても無言になって喉の使い方を忘れるって感じ。でさ、まあ、毎回どれやるときもそうなんだけど、この隙間にいるんだよね、気泡が。見えてないだけでね。全なぞりだよ、ここは。で、頑張ってなぞったつもりでも欠けてるときあるんだけどね、モールドから外した後。そしてね、私ヘアクリップのときは雑な大型だから、この色塗っちゃうとかあんまバレないよなって思って、ここに細かい気泡を逃がしたりもする。逃がしてそのまま固めちゃったりもする。あんまバレない濃い色塗るときは。ね、これなぞっとかなきゃダメって感じ。まだ出てくるんだよね、気泡が。一回水飲むね。レジンしながらラジオ聞いたりします。それが一番はかどりそう。映像付きのもの見ちゃうとさ、なんだろうな、気がそっちに行っちゃう時あるよね、たまに。私たまにどうしても見たくてアニメとか見出しちゃう時あるんだけど、やっぱはかどらないもん。だから音系のツールが一番いい気がする。結構このコマリンレジンのライブをね、作業用 BGM として聞いてるよって言ってくださる方もいてめっちゃ嬉しい。なんで音質を頑張ろうとしてるんだけどね。
う。大丈夫かな。ここもいるしね。全部なぞっておく。ヘアクリップモールド欲しくなってしまう。ヘアクリップもいろんな形出てるからね、沼なんだよね。私クロッチャのセールで1個買っちゃったんだよね。もうヘアクリップいっぱい作ってるし、もういいじゃんって思ったんだけどね、1個だけ買ってしまった。こういう枠がついてるやつ。枠にべっ甲カラー流して中花柄にお花入れたら可愛いんちゃうんって思って買ってしまった1個。でもこれそういうモールドで合ってるよね。それともシャカシャカなのこれって。シャカシャカではないかな。なんかやたらへこんでるけどボコって。もしかしてシャカシャカかなこれ。全然わからず買っちゃった。この枠が可愛いって思って、私何でもかんでも枠がついてるものが好きだからね。よく見たらシャカシャカっぽいよ、この深み。わからん。でもシャカシャカヘアクリップにするのって怖いよね。ヘアクリップ金具ってさ、反ってるから基本的に。何なんだろう。よくわからず買っちゃったもん。視聴者さんを最強放置。そうそう、視聴者さん最強放置しちゃうとこだった。危ない危ない。私のレジンタイムはコマリンさんの動画が BGM。わあ嬉しい。ありがとうございます。おー、あ、そっかそっか。恥ずかしいね、それちょっと。私の声流れてたリールかな、インスタリールに。ちょっと恥ずかしいね。ありがとうございます。嬉しい。ね、一緒にやってる感じがしてやる気出る。よかった。でもほんとハンドメイドってモチベが大事だよね。やる気が出なくなる時期とかあるじゃん、たまに。私はめったにないっていうか、最近はね、ほんと YouTube のおかげさまでやることがぎゅうぎゅうなおかげでモチベとか言ってられないぐらいずっと作ってるんだけどさ、あるじゃん、作る気しないみたいな時ね。結構モチベーションの維持が大変な時期もあったな、以前。よし、なぞったよね、これ。そして、まあ、ほら、放置してる間にさ、浮いてくるんだよね、気泡が。やっぱ最強だよね。一番向こうだけやってないな。あ、過去動画のお悩み相談って懐かしい。ありがとうございます。一時期お悩み相談バーって流すやつあったよね。さ、もしお悩みを募集してお悩みにだけ答える回みたいにしたらさ、需要あるかな。レジンのとかハンドメイドとか。まあでもその時恋愛相談の悩みとかもね、答えてたけどね、私。クズ男にハマってる友達は放置みたいな。答えてたけど以前ね。お悩み相談だけの雑談配信とかやったら需要あるかな。お悩み相談のやつさ、私答える時に作業しながら答えると両方、ほら人の悩みに答えるんだから 100% で答えたいじゃん、適当じゃなくてね。なのでレジンの作業をしながらは答えたくないんだよね、人の悩みに。深い悩みというかね。なんでお悩み相談のコーナーはレジン終わってからやってたんだけどね、以前は。そういうさ、雑談会みたいなのあったら需要あるんかな。いやでもなんかこの会になったら人来ないとか言ったら悲しいからやっぱり見とこう。あ、ドローンしますって。ありがとね、いつも来てくれて。なんか食べてくださいね。了解です。なんか食べるね。シャカシャカじゃん、やっぱ。みんな言ってくれてる。やだ、私ヘアクリップシャカシャカのつもりじゃなくてさ、なんだろう、お花が入れたいって思って買ったのに、この中にお花入れてぽってりして枠付きのクリップにしたいって思って買ったのに、シャカシャカなんだ。騙されたって言ったらなんだけど、やったらこれでなんか作るか。シャカシャカのヘアクリップか。なんか未知だな。でもお花の中に、6つ。どうしような。もうそんなつもりじゃないのに。私そんなつもりで買ったんじゃないのに。めっちゃ考えるの大変じゃん、逆に。やっちまった。お、今来ました。こんにちは。いらっしゃい。
学校行ってきます。忘れ物つら。いってらっしゃい。お悩み相談需要あるかな。こんにちは。今一緒に作業してます。やったー。お仲間だ。作業頑張ろうね。いつもありがとう。お悩み相談嬉しい。そう、以前ね、インスタライブの時代にやってたんだけど、最後にみんなからインスタストーリーズで募集した悩みに一気にバーって答えていくみたいなのやってたんやけど、恋愛相談の悩みとかもたまにあった。職場の相談とか。私めっちゃポジティブなもんで、ポジティブな返答を返すって感じやったと思う。うわー、謎かけらがいる。どうかな。自分の中で結構抜いたつもりなんだけど、気泡を。ただ最強放置じゃ抜けきれんレベルのやつがあると思うんやけど、まあこれやったらモールドから外した後に抜くこともできるし、デカめの気泡やったらね。ちっちゃい潰すほどでもない気泡やったらね、レジンのキラキラとしてなんかいいかなって思ってるから、ちっちゃい気泡はね、このまま一回固めようかなと思いつつ、ここにもなんか気になる場所がある。一回黒背景やろうかな、全部。クズにはまった友達放置。そうそう、頭がお花畑だから、友達がね頑張ってクズから離そうとしてたんだけど、しばらく放置して痛い目に遭えば気づくよって感じのどうだった。その時お悩みしてほしい。どこで募集しようね。でさ、人によっては自分が悩みを相談したって言いたくない人もいるからね。だから前はインスタストーリーズで匿名みたいな感じでね募集してたんだけど、人生相談もあり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 って、一応すごい大きい深い悩みやったらめちゃくちゃ自分の中で調べたり解決方法を調べたりしてから答えるようにしてるんだけど、黒色背景ってか濃い色背景にするとやっぱいなかった気泡が見えてくるね。恋愛相談興味ありますね。雑談会楽しそう。だからね、レジンの悩み以外も OK みたいなねやつを前はやってたんだけど、私がちゃんと悩みに答えれるか解決できるかわかんないんだけどさ、結構悩みって人に打ち明けることで解決できるレベルのものもあるんだよね。悩みの解決方法になんか4種類確かあったと思うんやけど、1つ目が時間を放置して自分の脳みそがどうでもよくなっていくのを待つっていうのと、人に打ち明けるっていう解決方法もあったんだよね。人に言うだけでちょっと楽になるらしい。自分だけで悩むのって結構しんどいからね。よし、このまま行こう。大丈夫かな。ここ怪しいね。わあ、これちょっと自信ないわ。このひまわりみたいなやつ。これを一回固めて、出しながら固めて、でこっちもちゃんとチェックする。お花入れて固めてキーホルダーとかもいいかも。なんかさ、大きさがキーホルダー向きじゃない気がするんだけど、ありかな。私ほんまこういうバレッタみたいの作りたかってんけど、枠付きの枠を自分で着色してシャカシャカやった。まさかのお花を入れてシャカシャカ。なんかシャカシャカとドライフラワーって難しいやん。あんまり考えたら可愛いのできるんだろうけど、考えるのがしんどいってなってまう。いつも誰か作ってた人の作品見てちょっとどんな感じか教えてもらおうかな。フレームとして使うのも良さそうね。フレームが可愛いなって思って買った。マジな引きこまりさん。引きこまりになっちゃった私。そ
そう、気泡はね、置いても置いても出るから、ほんまは1時間経ってからやり始めたらもうだいぶ抜けた後だから楽なんだけどね。ちょっと視聴者さんをね、置いとけないんでね、今日は。まあでもだいぶ綺麗にできてるかな。ここ怪しいね、さっきから。なんだろうこれ。あ、取れた取れた。ああ、たまにいるよね、石を持った気泡が。ビオラもこれ後ろからだいぶほら出てきてるんだよね、放置してる間に。この花がね、息するからね、ビオラは。花じゃない、葉っぱ、茎、なんだろうこれ、額、この辺りからよく聞こえるけど、まあこれに関してはあんまりデザイン的に見えない場所なんでそんな気にならないんだけど、ここに出る気泡に関してはね。テレビからレジンの匂いがする5歳児があ、そっか、テレビからレジンの匂いしてた5歳児でそんなん言ってくれるの嬉しい。見てくれてるの。5歳でもできるっちゃできるよね。人生相談がいいねえ。人に話すのって結構大事だよね。硬化したら入ってることが悲しいね。まあ硬化中に出てくるパターンもあるんだよね。特に収縮がするやつとか、レジン液によっては硬化中に失変するレジン液とかあるんだよね。今まで試した中でちょっと3個ぐらいあってんけど、失変していきなりレジンが柔らかくなったり膨張するレジンっていうのがあるんだけど、そういうやつやとなかった、完全に取ったのに出てくることもあるし、見えてなくて硬化中に出てくる時もあるよね。よし、わあ、多分全部綺麗に取れたんじゃないかなって思うのでね、全部にべっ甲カラーつけるのはちょっときついんちゃうかなと思うんだけど。で、ほんまやったらこの後いつもさ、金具つけて横や裏やら塗ってからべっ甲カラー塗るんだけど、それやったらどうしよう、金具先につけたらな、時間かかっちゃうから、金具後付けにしようかな。今日はちょっと無理やり。これももうちょっと固めとかなきゃね。今固めタイムです。お花でもみんなに見てもらおう。かわいいお花たちでも見せとこう。今は硬化中なのでお待ちくださいと。こんにちは。前に初めて友人とレジンやりながらインスタライブした時、お互い無言になっちゃってたテレビやりながら見ると見ちゃってすまない。そうだよね。マルチタスクの脳みそを必要とされる気がする。すごいって言ってくれてる。ありがとうございます。これ脳トレやと思ってやってるからね、私。お花綺麗ね。シャカシャカピン気になるけど、私シャカシャカのつもりじゃなく買っちゃった。ネームタグ、なるほど。ほんとや、ネーム入れるのに良さそうだよね。花のシャカシャカをついに作ってしまうか。今まで避けてきた私がキーホルダー、細長いキーホルダーもある。こういう感じか。こういう感じのね、半分の高さぐらいで作れたから、ちょっとそれ考えたんだけどね。でもこの台っていうの、ここの高さがもうだいぶあるからね、半分にしたらこの枠しかできないって感じやなおーいって言ってる悩みが長文すぎてストーリーズでは文字足りない。そっか、あれって文字制限があるもんね。その長文の悩みが気になる。何回かに分けて送ってくださってる方もよくいたよね。丸い名前入りキーホルダー作りたくて挑戦したことあるけど、バランスが難しかった。だよね。バランスが難しいんだよね、名前入れるやつって。で、裏面も固めたいけど、シリコンマットの上にペッて置いて、ほらちょっと見えてるよ。どうなるだろうね。もう一回しっかり固めます。そしてもう一個のライトでこっちでも固めよう。ライト2個起動中。
1時間置くとやる気失せちゃうめっちゃ飽き性やん。やる気失せるのはいや。レジン、テレビからレジンの匂い、うちの息子も言ってた。なんでだろう。本当にするのかな、匂いが。ねえ。失煙はやばいよね。私、このレジン大丈夫って心配になったもん。結構大きいとこのやつやったで。ぷっくり、高粘土レジンだったんだけど、高粘土でレジンの上にぷっくり刺した後に固めてる間に柔らかくなるから崩壊するんだよね。持ったやつがビョーンって。そんなん出していいのってちょっと心配になった。逆に悩みは腐るほどにあります。嘘。でも解決ができるかわかんないんだけどね。そういう人に話すのって大事かなって思ってる。私今の悩みは喉の調子早く治ってほしいなって感じ。しょ意思を持った気泡面白い。意思を持った気泡とか意思を持ったブリオンが結構出てくる。私の配信には意思を持った気泡に喧嘩売ってます。そうそうね。鼻たちね、長く置くとしんなりしてきませんかって聞いてくれてるけどね、鼻によるって感じ。ミモザ1週間ぐらいつけても平気やし。あ、わかった。2層目流したとか、1層目で固まってるから大丈夫。1層目でほぼ固まってるから、2層目の私が1時間掃除するとか言ったやつを心配してくれてんだよね、きっとね。その時は大丈夫な感じかな。頭動かすたびにシャカシャカだよね。ヘアクリップでシャカシャカってさ、どうなん使う人たちからしたらどうなの。なんか万が一壊れたら頭にオイルがビシャってなるってことでしょ。ちょっと心配じゃんって感じでね。ヘアクリップシャカシャカは今まで避けてたんだけど、自分がフレーム付きモールドだと思って買ったやつがまさかのシャカシャカだったっていう、せっかく買ったからなんとかしないとね。私こういうさスカラップ調のやつが大好きなんだよね。何でもかんでもこうモコモコしてるやつね。なんか今日のキーワードもここモコモコしてるでしょ。まあこのモコモコ模様に惹かれるんだよね、昔から謎モコモコに。今日は小森さんのいちごピアスネックレスつけてる。嬉しい、ありがとう。押し花もドライフラワーもどっちもあるって感じ。混ぜこぜって感じ咳止めドロップ。咳止めドロップか。そうで、トローチとかもあったんだけどどっか行っちゃって、で配信前にトローチ舐めようって思って朝持ってきたはずなのにどっかに行ってしまったってことで、外しましょうか。どうかな。こっちから行こうか。自信なかった。おーい。モールド古いやつやった。これ危ない危ない。大丈夫。なんとか剥がれた。こんな感じ。ちょっとだいぶ古かったね。これ寿命ギリギリだ。危ない。これマットになったけど、これでさ、ここがこうなったら合うかな。別光にしたら合うよね多分。これ重ねた感じ別光合うと思う。これは悩みか痩せないこと。でも私もそうかも。てか体調面の悩みは結構あるな。そういえば体弱いとかすぐ疲れるとか 100m 走っただけで無理とか。これはミモザはもう間違いなく合うと思うからね。別光ミモザちゃんこんな感じ。ちょっと移動しようか。一回蓋しよう。ミモザは絶対合うと思ってたんだけど、レジン液が画面の奥の方でこぼれてた。もう最悪だ机の上にレジンこぼれてる。気づかんかったね。こんな感じと、こっからがね合うか微妙な人かわかんないけど人たちって感じなんだけどね。オイル出しがいいよね鼻の保存方法はね、どこでやったっけ。どこかでやった気がするな。シリカゲルとか入れてる時もあるんだけど、
あ、これが忘れなぐさ、どうかな。こう、合わせてみるとありっちゃありかもしんないね。忘れなぐさもありかもしんないね。でもこうやって合わせたらデザインわかるよね。やっぱ金具付けからなのかな。合うかどうかが確認したいだけだからね。どうしよう、難しいな。金具付け全部やったらめっちゃ時間を押すっていうか1時間ぐらい挟んじゃうんだよね、きっと。出遅れました、こんにちはって。いらっしゃい、ありがとうございます。来てくれて。石持ったブリオンいるよね。前回の配信すごかったよ。すごい久しぶりにライブ参加来れた。お仕事お疲れ様です。嬉しい。こっちがめくってこか。一応さ、重ね合わせることでさ、わかるよね、雰囲気。これで全部かな。全部合うんじゃん。ワンチャン。こんな感じで。合いそうだよね、べっこう。これは合うでしょ、ノースポールだから。ノースポールも合う。全部合うじゃん。これもね、安定のビオラなんで合うだろうし、全部合うよね。合う。で、普段の工程やったらこっから金具つけるんだけど、ちょっと今回は別光と合うかどうかを検証する配信なんで、まあここに別光から入れてこうかなと思います。ちょっと珍しいパターンでね、やってみようかなって思います。ねえ、モールド化出すとき私も大好き。昨日買った本が作り方違いだったのでどう使うかも売り払っとこも。ねえ、夏と秋のコラボ。これなんて夏だよね。そう、別光ってさ、どの季節でもいけるのがいいとこだよね。ってことで、もう全部別光色をね、ちょっと入れてみようと思うんだけど、別光色って言い方であってる。待って、これどうしような、削るのはもういいか。配信では。それがしたいんちゃうでな、今日。どうやって置いたらみんなが見やすいかなっていうのを考えたい。ここにセロテープ貼って台に置くか。セロテープぐるっとして。それかシリコンマット引いたらいけるかな、動かずに。スカランプのさあ、フランフランの売り切れてるよね。ホールケーキ乗せる感じのやつってめっちゃ可愛いやつ。アフタヌーンティーみたいなやつかな。いいやつゲットしたね。これやったらでもあんま動かずできる。ってかもう手に持ってやろう、めんどくせえ。手に持ってやるね。ってことで、別光カラー入れていこうと思います。意外と合ってたよね。一番鬼門だと思ったこいつは、またこいつ言うてる。合うと思う、こう、塗ったら塗ったで。意外と何でもいける。角度によって色が変わる。意外といける気がするんで、ちょっと挑戦の忘れなぐさって感じで。で、こっから別光カラーも入れていこうと思います。まずは、境界にチェーンつけるからね。切っとけばよかった、配信の前に。切っとけばよかった。何個あるっけ？ 1、2、3、4、5、6個あるから、6に12個作らなきゃ12個。12個の5個を作る。ね、このタミヤのハサミがこれもめっちゃ切りやすくて神だった。教えてくれた方に感謝。謎の草も結構可愛かったよね。謎の草って命名されてるひまわりが主役なのに。ね、謎の草なんか可愛かった。この前買った大きめビーズだそう。試みて畳の上コロコロ転がります。そういう意志を持ったビーズだね。あれどこだ、5個。3、4、5、6。でね、春はかすみ草にこのチェーンつけるとき、スカラップ調にもふっとしてたんだけど、今回ちょっと大人っぽいの目指してるんでね、まっすぐにつけてるって感じ。ほんと季節によって、気分によって変えてるって感じかな。7、8、9、10、11。もう一個。
このさ、切ったボールチェーンもどっか行くんだよね。絶対12個切ったはずなのに1個どっか行ったとか、そういうのもよくある。こっからちょっともうね、固定がめんどくさいんで手に持ってやろうと思います。オートフォーカスがどうなるかだけちょっと心配かな。オートフォーカスさん頑張ってもろて、ね、やっていこうと思います。まずはもう、どうしようかな。もうちょっとアップでもいけるかな。ねえ、ビオラかわいいよね。ビオラは正義だよ。まあ今回は、ちょっと固まってたペンの先が、このシリコンブラシのいいとこはさ、ペンがレジンがついて固まっちゃって、もうこれでピリーンって取れるんだよね。これ筆ブラシでそれやったら一発アウトだからね。それがいいとこだったりする。で、こんな感じで適当に塗って、めんどくさいからピンセットも使わずやっちゃう。これまっすぐにしなきゃダメだからちょっと自分の方向けるね。真ん中がここってのだけ覚えときたい。今日私シェアしたっけインスタの。忘れてしまった。したかなちゃんと。不安になってきた。したよね多分ね。縦向き画像に変えた記憶があるから大丈夫だきっと。これで歪むとキモいやつだからね。これで OK かな。それに別個カラーの元の色も6本分ない気がする。待ってね、それを先にやった方がいい気がする。基本抜かなきゃダメだから。これ6本分あるから微妙やで、ちょっと足そうかな今から。基本抜きたいから先にやった方がいいもんね。ねえ、いつの間にかレジンこぼれるのあるあるだよね。またスクロールしてなかったよ私。ちょっと待ってね、光漏れ怖い。ガラスじゃない鏡のやつを貼っといて。出遅れたって、いらっしゃい。いつもありがとう。別個いいよね。10番ってほどじゃないと思う。コンチャスって来てくれてる。今から別個カラー入れる感じ。で、この別個カラーの作りだめしてあったやつが絶対足りないから、もう一回作り足すって感じ。しかも基本を抜きたいから、ちょっと優先してやらせていただく感じで。別個のコツなんだけどね、結構濃いめに作るといいかもなって思ってる。難しいんだけどね、濃度が。濃いめに作ってる私は。もっといるな。今回は特にヘアクリップの薄い面に塗るからね、濃いめに発色するように作ってるんだけどね。レジンのさ、着色剤からレジン作るのって濃度が難しいよね。黒あった。黄色だけ見つからない。黄色。黒は濃いめに入れるんだけどね。授業行きますって、ありがとね。いってらっしゃい。出遅れました。出遅れましたって、ありがとね。来てくれて。大丈夫だよ。ありがとう。黄色見つかんない。黄色。黄色い着色剤が。最後に出てきた。ね、小まりカラーも合いそうだね、今日のやつらに。うわー、結構入れるよ。でも黄色って濃く出るんだったら大丈夫かな。カラー大事だから先作っとくね。9番かな、これ。一応後半ではあるかもしんない。ね、そう、お花はね、乾燥剤とかシリカゲルとか入れとかないとね、いつの間にか空気中の湿気を含んでシワシワになってくよね。で、シワシワになると何がダメなのって思うんだけど、一回私ね、
お花をレジンに入れる実験したんだよね。ドライフラワーじゃなくてガチのリアル花を入れる実験したらやっぱ腐ってきたんだよね、お花が。だからドライしてある方がいいって感じだよね。でも2週間ぐらいやったら花によるけど、ビオラやったら2週間ぐらいはねめっちゃ綺麗なまま入ってたんだよね。そっから水分が出てきたり腐っていったって感じになったね。こんにちは、お邪魔しますっていらっしゃい、ありがとね。こんにちは。ちょっとキーワードしばらく出してへんで出そうか、一回ね。今日は芸術の秋です。ぜひご応募ください。こんにちは。家事しながらライブ配信見るの癒し。よかった。家事ってなんだかんだやることいっぱいあって忙しいよね。ただいまって、おかえり。鍵書き忘れてた。どうなんそれってさ、地域によってはさ、ちょっと出かけるぐらいなら鍵かけん地域とかあるよね、結構。田舎とか行くとみんなずっと空いてるよね。都会とかやったら危ないんかな、ちょっと。まあこんな感じで作っといて続きやりましょう。めんどくせえって言った私。そうそう、めんどくせえ。謎の草なの。ひまわりが主役なのに謎の草って名前に命名されちゃった、あれ。でもね、掴むのきつい。細かい。頑張れ。ピンセット持つのがめんどいって理由でちょっと使ってないんだけど、これも自分の方向けなきゃ無理。横にはみ出さないようにしたいね。ちょっといつもと工程順番違うんだけど、べっ甲を合わせたとこをね見せたいんで、まずいつもやったら金具取り付けるとこを今日はちょっと省こうと思って順番をいつもと違くやってます。そうで、さっきさ、なんで下向きで作るのって言ってくれた人がいたから、それに答えたいんだった。こういう風だからだよって言いたかったのに。それも見せるね。ちょっと待ってね。これちょっと薄塗り、ちょっと分厚く塗っちゃったせいでボールチェーンも動いてくる。生きてる。レジンもっと薄く塗ればよかった。急いで動くから、急いで固めていく。さっき下向きでね作った理由を聞いてくれた方がいたんだけど、若干だけどこう見たらわかるかな。ちょっと反ってるのわかるかな。こういう向きで作ったんだけどね、固めた時にこういう風にちょっと反ってるんだけど、作家のためのレジン収縮少ないんでまだマシな反り方なんだけど、もっと収縮があるレジンだとこういう感じになるんだけど、でヘアクリップの向きがこうなんでね、金具に合うように下向きに作ったって感じです。って感じでした。じゃんじゃん。謎の草の本名って何よ。本名？わかった。花の名前ってことか。なんだろうね、謎の草。だからいろんなやつが入ってる中におまけ的な感じでね入ってたからさ、わかんなくて私も本名人の名前みたい。そう、べっ甲はどの世代も使いやすいってか、どっちかというと大人世代が好きなんかな。そういうイメージがある、べっ甲は。でもほんと夏でも冬でもニットとかにも合うからね、めっちゃ活躍するんだよね、なんだかんだ。べっ甲って英語あるんかな。私ちょっとそれ気になってんけど、日本だけの言葉かな、べっ甲って。まっすぐになって、集中。よし。ライト遠いな。こっちのライト使おう、やっぱ。でもライトがあるんだよね。で、あと2個。ボールチェーン錆びたり変色しない。レジンでガードしたら大丈夫。
多分普通に使ってるとするもんだと思う。ステンレスじゃないやつやったら。でも私が買ったのステンレスやったかな、忘れてしまった。レジンでねコーティングしてるやつって錆びてこないと思う。使う前に手に油とかをつけてなければ錆びてこないはず。レジンに覆われてる金属はね、金属全般ね。いつも並べといて、もう今日の細かい作業はここで終わるんちゃうかな、このボールチェーンつけるところで。そしてあとはねザクザク塗っていきたいと思います。でも後から金具つけるからなんかいろいろ変わりそうだな、やること。こっちに置いといて、あと2個だね。秋だしべっこうからやってみたいと思ってた。よかった。なんか秋っぽいよね、べっこうって。なんでだろう、冬ではなく秋って感じがする。のせてと、小森さんの声たまにサザエさんちのタラちゃんの声に聞こえます。タラちゃんの声なってる。いつやろう、たまに変な声出した時かな。サザエさんずっと見てないな最近。ちっちゃい頃とかよく見てたけどさ、夕方に。タラちゃんどんな声だっけ？はいみたいな。イクラちゃんかそれ。はいっていうのはイクラちゃんだよね。タラちゃん。なんかさ、長いアニメってどんどん声優が変わったりしてるからたまにビビる時ある。ドラえもんの声もね変わった時すごい気持ち悪かったけど、今は慣れたけど、もっとダミ声だったんだよね昔って。これでいいかな。斜めてる。これで大丈夫のはず。このレジンやばい。ちょっとさっきこぼしたレジンがやばいことになってるもん。ティッシュで囲んどこう。ここは危険ゾーンって。よし。そして田舎民ですが鍵常に開いてます。だよね、田舎ってそういう感じでね。なんなら夜もずっと開いてるよね、一年中。ねえ、宅配便玄関にドーン、すごい。そんなことしてくれるんだ。便利だね。不在でも置いてあるんだ、家の中に。これで最後です。この後別個から塗っていくと思いきや、もうワン工程あるからちょっと待っててね。いつもやったらね、横に他のヘアクリップを並べて同じ高さとかにするんだけどね、今日はもうバラバラの作品なんで、デザインがね、もし仮に出品するとしたら、それぞれのページを作ることになるし、あんま高さにこだわらなくていいかなって思って適当につけてます。昔いつもやったらね、1個面作ったやつを横に並べつつやるんだけどね。よし、これで全部ついたと思わせて、あとアーカイブで拝見しましてありがとうございます。そう、それ英語のちょっと私も分からへん。タートルスシェル、ウミガメの甲羅ってなるんだ。べっこう。なるほど、べっこうっていう亀の甲羅なんだ。知らんかった。タートルシェル、タイトスシェル書いてくれてる。英語あるんや。じゃあ私が作ったべっこう動画さ、 YouTube の機能で勝手に英語字幕つけてあるんやけど、ちゃんとそうやって言ってくれてるかな。ここにね、壁塗っとくんだよね。壁
これがないとここに色塗った時にチェーンの隙間から流れてくるからね、ダーって。これ結構大事。そっか、こまりさんの声は鳥さんにも癒しなのかも。さっきまでうるさかったのに今めっちゃ寝てます。鳥さんがまさか私の声でほんまかな。うるさかったんだ。何の鳥さんだろう。インコとかかな。私ちっちゃい頃インコだけ飼ったことあるけど、いいな鳥さん。ね、前に鍵をドアに挿したまま会社に行ってたことがありました。それやばいこの人鍵かけ忘れてますよって公開してるようなもんじゃん。すごいね。無事だったんだよね、きっとね。すごい大胆すぎる。あとどれしてないかな。2分照射しとこう。バイクに鍵さしたまま仕事行ってた。それはちょっとわかる。私たまにね、自転車に鍵さしたまま行ってる時ある。うわ、1個歪んでるの発見しちった。歪んでる。ちょっとこれは嫌だな。わかるかな。歪みを感じますか？これ歪み。こっちがちょっと上がっちゃってるのね。これ気持ち悪いからね、ダメ。わ、しかも結構がっつりつけちゃってた。これは気持ち悪い。結構がっつりいっていた。気をつけな、手に刺さる、私の手に。これ取ろうか、一回取って。ね、別個英語があるんだって。私も知らんかって、ちょっと別個言いながらさ、ヘアクリップ動画あげたけど、外国の方はわかるかなって心配してた。よかった。この辺だけずれてたから、ちょっとここを取っときたい。あ、取れた。もう一回やり直そう、これ。別光はすごい難しい感じなんだ。ベッツがね、ベッツの部分がめっちゃ難しいんだ。みんな知識がある。もう一回ここは載せ直します。ウミガメの写真調べたら別光柄だったんだ。わあ、大丈夫かな。ウミガメって確かにこういう色ではあった気がするな。なんかチェーンがちょっと歪んじゃってるから一回使ったやつでちょっとむずい。ちょっとむずくなってる。どうしよう、新しく切るか迷いつつ、いけそうだったらこれでいきたいと思いつつ、でもちょっと上だ。多分大丈夫かな、ここで。またこれに10分ぐらい使った。どうしよう。わかった。私さ、みんなに見せようとさ、向けるたびにずれてきてるじゃん。ダメじゃん、肩向けるたびに。ちょっと一回自分の手元で見て、傾けちゃダメなんだね。これでできたと思う。で、壁付けに戻ろう。あ、インコなんだ。しかもなんかかわいい小桜インコっておしゃれそう。こんにちは。最近ほぼ見に来れていて楽しみにしてます。ありがとうございます。嬉しい。1階に嫁いですぐの時、玄関閉まってるのに勝手口開いてるお家多くて驚きました。そっか、勝手口が開いてるんだ。なんかそっからさ来るんだろうね、隣の家の人が。ちょっと奥さんとか言って、今日もお野菜分けに来ましたよって来てくれるんちゃう、勝手口のとこからね。そっか、開いてるのか。
でこれをやって、私は昔マンション玄関のドア鍵かけたまま一夜一夜明かしたことが2回あります。私も何回かある。やっちゃうって言うと泥棒入っちゃうね。私言わない方がいいよね、そんなこと。何回かでもやっちゃったことある。それなんか次に誰か帰ってくるかな思ったら自分が最後やってしまってなかったみたいなのが結構あるな。んでこれであとこれだ。これで全部かな。こっからね別光カラー入れていきたいと思います。一回水分補給しようかな。ほんまや、また忘れてる。しよう。これ塗ったら次色のとこなんで、その前に一回お水飲みますね。ありがとうございます。よし。先放送のピンセットおすすめね。私の制作動画全部にリンク貼ってある。これなんだけど、100均とかで買うのよりめっちゃ細いで、いつも穴とか開けてるんだけどね、気泡できた時に。今日の概要欄にちょっと載ってないんだけど、今日の概要欄に載ってるヘアクリップの作り方動画の概要欄に商品ページのリンクが貼ってある。クロッチャショップなやつです。ぜひチェックしてみてね。髪類レジに入れるときデコパージュ塗っても染みちゃう。わあ、どうしたらいいだろう。デコパージュ塗っても染みるんだったらさ、私がリールとかショートで上げてるテープに挟んじゃうやつどうかな。紙やときつそうだな、平面じゃないから。でも薄っぺらい紙やったらいいけど、布やったら無理やと思うけど、紙やったらありの気がするな。テープ挟む方ね。デコパージュダメやったらきついね。元気が一番だね。じゃあこっから塗っていこうと思います。危にちょっと見えるように、なんか他の作品も見えるようにしたい。せっかく大画面になったから。謎の草から入れようかな。一番最初に謎こだわり順番、こんな感じで。ちょっと待ってね、そろそろ帰ってくるから鍵閉めとこう。部屋のなんかまたわーとかわーって言いながら部屋入ってきたら大変だから。ってことで別光から塗っていこうと思います。何々ですの言い方か。声じゃなくて喋り方ってことかな。ここが背景ない方が見やすいかな。こんぐらい。で、ちょっとアップしようか。アップにしようか。こんぐらいにしたら見やすいかな。そっか、タラちゃんじゃなくてイクラちゃんなんだ。こんにちは。病院からお帰りなさい。ありがとうございます。今、別光から入れて終わるあたりかな。でも、6本あるから結構まだ時間かかると思う。こんな感じでさ、雑に置いていくんだけど、個人的に大事やと思ったのが黒色、一番濃い色のバランスが結構大事かなと思ってる。なんか、バランスって言ったら難しいんやけど、こんな感じで結構まだになってても大丈夫なんだよね。黒のバランスをちょっと対照的に置くとかね、こっちの対象に置くとかすると、比較的綺麗な別光っぽくなるかなって思ってるね。こんな感じで置いて2層にするんだよね。この1層目で今ちょっと黄色入れすぎたんだけど、2層目は黄色少なめにするとかして自分の好きな別光の色にしていくって感じかなね。これで一回固めて、この固めるやつはもう30秒もシンクっていうか20秒ぐらいでいいよね。とにかく表面固まればどうでもいいから。物がごちゃごちゃしてるから一回掃除したいよ。掃除したい。めちゃくちゃなってるから。掃除してるうちに固めてるやつが落ちた。でも大丈夫やったね。
貼ろうとしてくれてた、ありがとう。そっか、高齢の方は鍵開けてた方がすぐわかるからいいんだ。リスナーさんって言い方してる人もたまにいるよね。なんだろう、リスナーって言うとラジオ聞いてくれてるみたいな感じになるよね。リスナーさん。でもなんか一家視聴者さんで。で、黄色入れすぎてたから1層目。次ちょっとオレンジメインで入れて色調整するって感じ、今回は。こんな感じでね。気をつけるのがもう2回塗りぐらいで十分かなって感じ。3層塗りするとここがぽってりすると、この後のクリアレジン塗るやつでめっちゃ苦労することになるんでね。2層目はもうなんかあくまで調整用って感じ。ちょっと黒じゃない、濃い色が薄いで黒混ぜよう。物が溢れてる、助けて。豚汁の皿が黒混ぜるね、ここで。思ったより薄かった。2回目のモールド抜こうとしてたら折れた。朝食スティック折れちゃった。折れるんだ、朝食スティックって。私もピンセットで基本抜こうとしてピンセットの先折れるは2回ぐらいやっちゃった。謎の草調べた？カスピアスターチスの葉っぱ。すごい、スターチスの葉っぱとかあるんだ。どうやって調べてくれたんだろう。ありがとうね、気になるね。ってことで今塗ったやつがこんな感じで、こんな感じとか言ってになって、やっぱ合うよね、謎の草と。謎の草仕事してへん、結構緑色でバランス取ってくれてる気がする。ちょっと配置がもうちょっと下の方濃くなるように置けばよかったと思いつつ、合ってればよしと。ね、娘乱入、私もびっくりしたけど最後の終盤やってよかった。紙系のコーティングについて書いてくれてる人がいる。ありがとうございます。ちなみにさ、みんなアーカイブ見るときさ、チャット欄の見方多分わかんないよね。今まで画面上にチャット表示してたのをなくして、その代わりチャットリプレイってのを残すようにしたんだけど、チャットリプレイ結構スマホやと見方が分かりにくくてさ、パソコンやったら自動的に出るかな。スマホの時はその動画のコメント欄をまたね、左にスワイプ、左に指でこうシュッてやるとチャット欄が出るんだよね。その配信中にされてた会話がリアルタイムで出るようになるんだけど、それ分かりにくいよなって思ってた、見ながら。ちょっと今度その説明画像付きでしようかな。チャット欄のリプレイの見方みたいなねって思ってる。なんかさっきと色の出方違うね。オレンジが少ない。こんな感じでぼやぼやさせて、どうしよう。でもこれもっと濃い色の方が合うかな。ちょっと2層目で濃いめに塗ろう、次のやつ。ね、テープでラミネートで良さそうだよね。右にずらしてもらいたい。右ってこうかな。お花が見たいのかな。大胆に塗っていいんですね。ドキドキ。そう、大胆に塗っていい。どれが黒だっけ。これか。こんな感じでね、2回重ねぐらいがちょうど綺麗にできるかなって思ってるんだけどね。これはどんどんやっていこうと思います。黄色。そう、ほんまやったら筆の先とか拭き取ったりするんやけど、いつもやったらなんかもうめんどくさくてこうやってやってるけど、多分問題ないかなって思ってる。月光っぽくなりゃいいやみたいな。こんなもんかな。
はで次がどこに置いたら見やすいかな。こう置いてこんな感じで置いていくか。次これピンセット早速買いました。よかった、ありがとうございます。結構気泡にダイレクトアタックできちゃうから便利って感じです。ありがとうございます。ねえ、べっこうって秋っぽくていいよね。いい黒ものせて、もうちょっと濃いめに作ってもよかったかも。色が薄付きだなと言いつつもめんどくさいからこのまま最後までいこうと思ってるんだけど、傾けるとこうやってさ傾けてなんだっけな、何模様だっけ傾けるとなんだっけ、もやっとした模様の呼び方忘れちったにするのもありなんだよね。言葉です。もやっとした模様のことなんか言い方あった気がするねんけどな。マーブル模様だ。出た。マーブル模様だ。こうやって傾けてもできるよね、マーブル模様って。自然な感じの。これもありだと思うんだけどね。よし。でもう一個固めてる間に次のやついこう。パスタ食べたけど足りないからミスド食べようってめっちゃ最強のコンビじゃん。いいなぁ。私も豚汁飲んだだけでちょっとお腹空いてきた。雑にのせていく。絵心ないから難しそう。絵心いるんかなこれ。確かに私はもうなんか簡単に感じちゃってるけど、でもこう置いてこのままこうやるだけでもね結構自然な、いや自然ではなかった、ごめんちょっとなじませんと無理やべっこは。もっと深いものをモールドとかの深いところに流した時は今の方法で傾けるだけでね自然な感じにできるんやけどね。これちょっと色もうちょっとなじませんとやばいな、ごちゃごちゃになってるから。でこれなじませすぎると薄茶色になって終わるんだよね最終的に。このちょっとなじませ具合が難しいかもしれないよね。あれこれ2回塗ったやつかな。2回塗ってるねこれは。どれがどれか分かんなくなってきちゃった。私も謎の草はポケモンが浮かんだ。雲と同じで美術そうなのかなこれ。そうかもしんない。各色の置く場所とかって思うともしかして美術かもしんないよね。私はなんか考えてなかったけどよく考えたら置くバランスによって模様変わってくるからちょっと美術要素あるかもしんないよね。こんな感じでもやもやさしてもやもやしてオレンジこの辺に回るといいよねとか言ってるけど、そんなあれだよね、美術感覚なのかこれは。ダイソーとかで、売ってるトップコートでいけます。それを多分塗ったけどダメだったんだよねきっとね。デコパージュ液がダメだってことは、デコパージュダメでもトップコートやったらいけるかもしんないねワンちゃん。あとはこっちを2度塗り。まもなく終わっていくよ。2度塗りで調整して、表面ぽってりまで行きたいとこだけど、それするとまた反ってっちゃうからねクリップが。この後金具つけるのきつくなるからこれ以上表面塗ることはできないんだけれども、とり
りあえずね、べっこうと合ってるかなってのを最後に確認したいと思います。今見えてないでしょいい感じに見えてないね、みんなに。ちゃんとべっこうと合ってるかなってこの後確認してみましょう。まあでも大体のお花に合うと思う。くすんでるお花とか秋色のものなら合うって感じ。春っぽいパステルとかだとあんま合わないんだけどね。またスクロールできてなかった。娘ちゃん乱入の時いつやっけな、忘れちったね。結構前だった気がする。ダイソーのね、朝食スティックも一緒だけどね。一緒だからそれでいいよ。私もダイソーのやつ使ってるもん。星数中ひらがなですね。そうそう、もうついに漢字書くのも面倒なって、全部ひらがなになっていく。これは2回目の塗りで、ちょっとイエロー成分が強いからね、オレンジを入れて、茶色も入れてって感じかな。黒っぽいのも入れて、喉やばいね今日。まだ治ってないんだけどね、喉が事情に移された風邪の。早く治ってほしいな。ちょっとイエローも入れとこう。こんでいいかな。あとこれ最後の2回目。いい。視聴者さんがレジンやってるの見ると、小森さんや視聴者さんがレジンやってるとやりたくなるね。でもレジンってさ、なんだかんだちょっと時間ないとできないよね。結構じっくりやんないとできない趣味ってイメージ。ちょっとやるのってやるもんではないよね。一回作り出したら気になるとこでできちゃうしね。ちょっと時間がいる趣味なんだよね。だから私よくさ、子育て中の忙しい人はやらない方がいいって言ってるんだけどね。え、そういう感じだよね、レジンって。ぴょんぴょんと塗って大丈夫かな、横。ちょっとここがここしたい。これで全部塗り終わったつもりです。じゃあ固まったらお見せしていきますね。こぼしたレジンやっと拭こう、ここで。しかもやばい、ライトの近くやでレジン固まっちゃってる。私の机についにレジンの跡が1箇所できてしまう。お仕事戻りましてありがとうございます。お忙しい中頑張ってくださいね。べっこうカラーで作ったレジン液ペッペって塗ると思ったのに奥深かったペッペって塗る、めっちゃ可愛い。なんかねえ、パディコのウルトラバーニッシュスーパーグロスわ、何それそれちょっと気になる。ちょっとメモりたい、どっかに。ごめん、この今日プレゼント当たった人これ届くけどちょっとメモりたい届くとこにちょっとメモらせていただいて、ウルトラニッシュスーパーグロスちょっとまた後でチェックしてみますね。もうちょっと固めよう。しっかり固めとこう。あ、1個塗れてない1個塗れてないやつ見つけた。あかん。しかもこれあれや。べっこうと合うか微妙やったやつや。これは塗らなくては。そう、マーブル模様って教えてくれてる。それが全然出てこなかった。ねえ。課題のマーブル柄、クソ下手とか。面白すぎる。ねえ、幽閉さきついよね。昼ご飯を準備するのがね、辛いんだよね。
いじくりすぎて薄茶色になっちゃう人できるかな。お鍋危ないトースト食べてます。いいな。トーストも好き私。最近ちょっと高い食パンにハマってて、いろんなパン屋さんの高い食パンを試してるんだけど、そんなんにハマりだした。昔100円パンで十分美味しかったけどね。そういうのを頑張りだした最近。よし、こんな感じで2回なりたいんでね。一番これがさ、べっ甲が合うか確認したかったやつなのにね、まさかの忘れてた塗るの。ただこれさ、後からヘアクリップ金具つけるんだけど、金具がついたらまたちょっと雰囲気変わっちゃうんだよね。金具のゴールド色が透けてくるからね。その時にちゃんと綺麗にできてるといいんだけどな。この夏の風しつこいね。学級閉鎖とかもういっぱい出ちゃってるからね、こんな時期なのに。きつこいよね。お鍋危ないって誰かのコメントしてくれたやつかな。あ、ほんとや。私の動画に夢中になって鍋火にかけたの忘れてた。危ない。よかった。味噌汁とかさ、焦がすと鍋の底焦げ焦げになるよね。雨降る前買い物行ってきますって。ありがとね、ナウも。3分遅れていた。私のチャット欄のスクロール機能が、自動スクロール機能が止まってた勝手に。教えてくれてありがとう。ニスかな？パジコのニスやったら私持ってるわ、今。もしかして持ってるものかもしれないよね。もう名前も知らず買ってるよね。ニスみたいなやつは持ってる。ボトルで500円ぐらいのやつ。違うかな。それがね、浸透に使えるんやったら、浸透を防げるんやったら、ちょっとやってみようかなーって思う。こいつが最後だったよー。イエローここ。よし。なんかここおかしいね。これで固めて全部できたはず。今度こそ。忘れてた1個。旦那が作ってくれるパン。すごいいいな、手作りパン。この前もホームベーカリーでさ、作ってた方がいたけど、羨ましい。手作りパン美味しいだろうな。忘れ1個あった。ねえ。来てくれてありがとうございます。ウルトラバーニッシュバーニッシュ。かっこいいね、名前。また必殺技みたいなやつ来たね。ウルトラニッシュって書いてる。これ、ちなみにプレゼント企画当たった人に送るカードだからね。あ、しかも裏向きやった今日。裏もって上下逆やった今日。やっちった。忘れなぐさの花言葉いいよね。これで全部固まったと思うので、どんな感じになったかお見せしたいと思います。せっかくだから、白背景の方が見やすいかな。噂のフランフランのお皿登場で。わあ、どうだろう。グレーが背景の方が見やすいかもしんないね。まずこんな感じと、どうなん？グレー背景の方がそのままの色出るかな？なんかグレー背景の方が見やすないこれ。これやと白い花が暗く映る気がする。こっちのが見やすいかも。あ、音がうるさいかも。グレー背景のが本物の色がわかりやすい気がしてきた。みんなパジコのやつ調べてた。のど飴のおすすめ書いてくれてる。ありがとう。やっぱ高いやつって聞くよね、そういう。謎の草。ノースポール。
謎の草、ノースポール。あ、これあれだ。ノースポールと忘れな草。で、ビオラ、ミモザ。ちょっと待って、なんかついてる。どこかの色がついた。どこだろう。こんな感じです。ね、なりました。ほら、だいたい合うよね。もうちょっとこうした方が見やすいかな。角度を。いや、もう、並べ方おかしいか、これ。横に並べた方が見えやすいかな、みんな。あ、これだ。これ固まってない。なんかついてる。最後に固めたやつか。ちょっと並べ方を試行錯誤するね。みんな入るように並べたい。こんな感じになってます。ちゃんと並べて終わりたい。終わるとき並べたい。よし、いいかな。ほんまはね、ここのクリアも塗った方が綺麗な感じ見せれるんだけど、ちょっと時間がオーバーしちゃうので、それだとね。まあ、だいたい合ってるよね。べっこは何でも合うっぽいよっていう配信でした。パジコのやつみんな調べて、しかも持ってた人もいる。私も持ってるやつだったりして。ねえ。今来てくれた方もいる。ありがとうございます。そう、大人っぽいけど可愛いから、大人の方でも使いやすいのがやっぱべっこうのいいところかなって思う。特にヘアアクセだったらね、なんか使いやすいかなって思う、べっこうは。飴中毒。へえ。マヌカハニーってなんかよく聞いたことある。いいんだ。ありがとうございます。紙の封入パジコのホワイトマットシール。あ、シートがあるんだ。それもちょっと気になるよね。同じパジコやしさ。ちょっと、ホワイトマットシール。パジコ頑張ってるね。ホワイトマットシール。なんかいろいろ増えちゃった。いろんなメモがついている。ねえ、今日のキーワードは芸術の秋でした。この後インスタストーリーズにね、投稿するので、リアルタイムでライブを見てる方だけ応募できる感じになります。このアーカイブがアップされてる時はもうそのインスタストーリーズのね、応募欄が消えちゃってるので、よかったら今リアルタイムで見てるよって方は応募してみてください。ということで本日無事なんとかまあ作れたよねって感じになりました。ぐぐぐぐぐっと。これでまたね今日レジンこぼしちゃったからこの辺りにレジンこぼしたからちょっとやばいことになっております。今日はいっぱいお花もねお店できたからなんかそれが目の保養になってたらいいなって思うんだけど、お花もいっぱい出てきたね今日は。こんな感じでこぼれティッシュなんとかしんってやばいな。よっとはい、ということで残りのコメント読ませていただきます。ありがとうございます。ビックスのど飴も一回買ってきてもらった気がする。高いのど飴買ってきてもらおうかな。自分で買いに行きたくないから買ってきてもらうんだけど。ねえ、べっこう優秀だった。ここに載せたら見えるかな。もういっか、さっき見したから。ホワイトマットシールはいろんなとこから出てるんや。ね、お疲れ様です。今日も最初から見てくださった方もね、途中から覗きに来てくださった方もありがとうございました。べっこうまた作ってみてね。のだめも教えてくれてる。後で見直してチェックしてみますね。ありがとうございます。べっこう挑戦してみたくなった。秋にぴったりだからね、ぜひやってみてほしい。
りがとうございます。次回配信なんですが、水曜日のまた12時からで、ちょっと決まってないんやけど、多分クロッチャの福袋に入ってるシャカシャカやるかなって思ってます。お化けとかクリスマスツリーみたいなやつ、だいぶでっかいんだよね、見た目より。写真で見たよりすんごいでかかった。でっかいシャカシャカをやろうと思うけど、オイルはもういいかなって感じ。どうしよう。デザインも考えなきゃだからね。ということで、また水曜日からよろしくお願いします。今追いついてありがとうね。このアーカイブも明日の12時頃に上がる予定なので、ぜひご覧ください。声切れてる？なんでやろ？アーカイブでチェックしてみるね。途中から見てましたってありがとう。ね、お疲れ様でした。ありがとうございます。海のりは一年中人気だから大丈夫大丈夫。あ、喉スプレーとかあるね。昔使ってたな。よく聞いた記憶ある。喉スプレーもチェックしてみよう。みんな教えてくれてありがとう。ということで、また水曜日、時間が合う方はぜひご覧ください。今日もいい午後お過ごしくださいね。じゃあまた水曜日お会いしましょう。バイバーイ。